これからですね、こちらのマウスをサブスタンス製品で作成していきます。今回はモデラー、ペインター、ステージャー、エアロを使用していきます。サブスタンス 3D モデラーでマウスの形状をまず作っていきます。まずはですね、卵型の形状を選びまして90度回転させて Z 軸を縮小していきます。全体を大きくし、スペースを押してですね、形状を適用します。消しゴムツールに変更し、下半分をカットします。こちらもですね、スペースキーで適用させていきます。マウスの形状になるようにワープツールで形状を整えていきます。ワープツールはですね、形状を引っ張ったりすることができますね。右下のアイコンをクリックしてシンメトリーモードをオンにします。でワープツールの大きさを大きくし、くびれを作っていきます。先端の部分もこのように整えていきます。このようにですね、大まかに微調整を繰り返していきます。若干浮いてしまった部分も下にですね、引っ張っていきますね。シフト左クリックでスムージングをかけて、滑らかにしていきます。この時点での形状はこれでいいかなと思います。次にですね、スプラインを使って、こちら両サイドをですね、削っていきたいと思います。はい。スプラインの半径を大きくしまして、ピンチのですね、値も変更していきます。場所を探って、スペースを押して適用していきます。このようにですね、角度や位置を変えたりして、削りがですね、いいカーブになりそうな場所を探っていきます。削った後はスムージングで境界をですね、滑らかにしていきます。はい。次にですね、パーツごとに切り分けていきます。分割ツールを選択して、いいカーブをですね、こちらもいいカーブを探っていきます。右下のプラスボタンでメッシュの解像度を上げます。分割もですね、スペースで適用します。次はですね、スフィアを選択し、分割していきます。大きさや形状を調整して、分割時にできるかっこいいラインを探ります。はい、こちらでいいかなと思います。次に、真ん中にですね、ホイールを入れていきます。右クリックで新しいレイヤーを追加します。円柱をダブルクリックしまして、90度回転させます。見やすいように、こちら上にですね、移動させました。で、フィレットを100%にすると、はい、このような形状となります。実際に入れる部分に当ててみて、大きさを調整していきます。キーボードの R を2回押して、
原点に戻して作業をします。そしてまた上に移動させて、解像度も上げていきます。次に中心に穴を開けます。新しいレイヤーを追加して、フィレットを0%に戻します。大きさを調整していきます。長さも調整しまして、スペースキーで形状を適用します。はい、こちらですね。2つを選択し、コントロール D で複製します。ホイール部分の穴を開けるためのものとですね、ホイール本体となります。はい、こちらがですね、マウスに穴を開ける用のものとなります。下の方がですね、ホイール本体用です。上のパーツ2つをですね、右クリック、ブーリアン、結合でマージします。適用をして完了します。次に下のはですね、ブーリアンで穴を開けていきます。こちらも、適用します。下のパーツ2つをですね、グループ化しておきます。上のパーツはですね、ホイール本体よりも大きくしていきます。次にホイールの場所を探ります。位置を探して、はい。とりあえずここにしておきましょう。それでは今度はですね、マウスとホイールをブーリアンします。まずは削る側を選択し、次にマウスを選択します。こちらはもう削除しても大丈夫です。はい。しっかり削り取られましたね。また不要なものは削除しておきます。削った場所にホイール本体を当てはめます。次にホイール部分にセンターのラインを追加していきます。立方体を選択し、形状を調整します。一方の辺を伸ばすときは、コントロールキーを押しながら移動させます。もう少し下まで移動させて、調整が終わればスペースキーで適用します。次にですね、指の置き場所を作ります。右下にあるシンメトリーモードをオンにして、カプセルの大きさを調整します。角度や長さを調整します。削りすぎるとホイール穴に影響してしまいますので、微調整します。一度適用してみます。中身が見えてしまったので深すぎたようです。はい、このくらいでしょうか。ちょうど良さそうでしたので、スムージングをして滑らかにしていきます。次にですね、後ろの部分をいいラウンドを探りながらカットしていきます。カットしたいレイヤーを選択して、スフィアでトリミングをしていきます。お好みの形状でカットしていきましょう。
トリミングツールを選択しまして、はい、このように適用していきます。最後にですね、少し味付けを加えていきます。カプセルを選択し、大きさ、長さ、角度などを調整します。上部の方をですね、削っていきます。それらしいところを探りまして、はい、消しゴムツールで適用させます。同様に外側にも適用します。いかがでしょうか？今回はですね、マウスを製作する工程をご紹介させていただきました。次にサブスタン 3D ペインターへ行き、テクスチャリングを行います。と、その前に、先ほどよりもですね、綺麗な形状を作成する方法をご紹介したいと思います。まずはスフィアを用意します。少し大きくして、形状を適用、次に新規レイヤーを作成します。こちらはですね、少し横長にしておきます。下半分を削っていきます。同様に右のスフェアの下半分も削っていきます。はい、次にですね、こちら4分の3をですね、削っていきます。はい、左側の形状もですね、同様にカットしていきます。左のレイヤーを右に移動してくっつけます。2つをブーリアンで結合させます。はい、こちらを適用します。そうすると、このようにですね、綺麗なラウンドの形状が作成できます。こちらに対してワープツールを使用して、くびれを作ります。先ほどと同じような工程を施していきます。これからメッシュを書き出します。出力する形式を選択できますし、ポリゴン数もですね、変更できます。書き出しを行ったら、サブスタン 3D ペインターに移動して、テクスチャリングを開始します。はい、これからですね、先ほどのマウスに質感をつけていきます。レイヤー1は消去しておきます。まずはですね、両サイドにレザーの質感を施します。デフォルトにあるマテリアルを割り当てていきます。こちらをレイヤースタックにドラッグ&ドロップします。そうしますと全体につきますので、マスクを作成します。フォルダをグループ化し、ブラックマスクを追加します。ポリゴン選択で任意の範囲を選択していきます。これでマスクは完了しましたので、レザーの大きさなどを調整していきます。
プロジェクションタイプをトリプランナーに変更します。この部分に対してラインを入れていきたいと思います。はい、このようにですね、タイリングも調整します。フィルレイヤーを追加してブラックマスクを追加します。シンメトリーをオンにしてレイジーモードでペイントします。ブラシをベーシックハードに変更します。大きさを調整してペイントしていきます。このようにですね、カーブを描いていきます。はい、カラーをですね、黄色に変更します。フィルレイヤーの名前を変更して、アンカーポイントを追加していきます。また、フィルレイヤーを作ってブラックマスクを追加します。そしてフィルを追加してグレースケールに先ほど作成したアンカーポイントを選択します。こちら、ハイトのみを調整していきます。なぜレイヤーを2つに分けたかと言いますと、ハイトの部分だけに対して、ブラーをですね、適用したかったためです。フィルターブラーを追加して、シャープなエッジに丸みを持たせます。こちらで、これは完了したいと思います。次はですね、マウス本体をペイントしていきます。プラスチック素材を探します。フォルダ全体でマスクを作成したいので、先ほどと同様にグループ化します。ブラックマスクを追加しまして、はい、マスクを作成するのですが、先ほど作成したマスクを活用していきたいと思います。コピーマスクをしまして、ペーストします。で、その後にインバートマスクで反転させます。全体の色を先ほどのラインで使った黄色に変更していきます。こちらもですね、UV プロジェクションを変更していきます。次に、ホイールのマテリアルを作成します。ホイール部分のマスクも作成します。このように 2D ビューからポリゴンを選択し、黄色いマテリアルが影響しないようにします。マウスフォルダにも色をつけておきます。
ホイールもプラスチック素材を割り当てます。ドラッグ&ドロップして、こちらにもブラックマスクを追加します。UV プロジェクション、タイリング、エフェクトのですね、かかり具合を調整していきます。はい、最後にですね、もう少し模様を入れていきます。こちらに対してカラーのみのフィルレイヤー、ブラックマスク、アドフィルを追加します。ポルカドッツというレイヤーをですね、グレースケール内に入れていきます。大きさや色、乗せ方などを調整していきます。はい、こちらはですね、オーバーレイにしておきました。こちらのモデルをサブスタン 3D ステージャーに持っていき、バーチャルフォトを作成します。センドトゥーステージャーでダイレクトにステージャーの方に送信することができます。これからステージャーでレンダリングを行っていきます。先ほどペインターから送信したデータは、このようにマテリアル付きのオブジェクトとして読み込まれます。はい、これからですね、ライティングなどを設定していきます。まずはじめに地面を作成します。プレーンを選択し、サイズを変更していきます。地面のマテリアルを変更していきます。ライティングも変更していきます。エリアライトをですね、このようにドラッグ&ドロップしますと、サーフェスのですね、どこに照射するかを選ぶことができます。色味も変更していきます。オレンジ方向にですね、今回は持っていきたいと思います。またライトの位置もですね、調整していきます。環境光もですね、いろいろ揃っておりますので、試していきましょう。室内やですね、屋外など揃っております。シフト右クリックで環境光をですね、回転させて、ルックを調整していきます。このように環境光による光の反射などを模索することができます。また、光量の調整も行うことができます。150%にすると光の強度が増しますね。
シーン上部にあるカメラのプラスボタンをクリックしてカメラを追加していきます。右側プロパティ内で被写界深度などのですね、調整も行えます。オンにすると焦点ポイントをですね、ビュー上でクリックして設定することができます。事前に準備したシーンがありますので、これからそちらを開いていきます。先ほどと同じ設定をですね、施しております。ビュー上の背景色をですね、変更するには、右側シーン内の環境をクリックして背景タブを選択します。最終レンダリングイメージはこのようになります。ファイルとして書き出すためにはデザインタブの右にあるレンダリングタブから行います。このようにステージャーでは簡単にバーチャルフォトの作成が行えます。ステージャーからエアロに出力して AR もですね、簡単に作成することが可能です。はい、どうもありがとうございました。